衣装モデリングその2、オリキャラ作ろうプロジェクト。今日は衣装モデリングその1の続き、各パーツを追加、調整をしていきますよ。ブーツにも仮マテリアルを割り当てます。とりあえず黒でね。ベルトが配置されるラインに、一旦別のマテリアルを割り当てます。エッジラインを整えます。垂直方向にエッジループを挿入。エッジフローの編集でエッジ間の距離を鳴らします。調整してるうちに上部の形状がおかしくなったので、ソフト選択して移動ツールで修正します。ベルトのバックル部分に別のマテリアルを割り当てます。頂点移動予整列で形状を整えます。ソールを選択して押し出しツールで外側に張り出させます。ここは立体にしました。ターゲット連結でエッジを整理します。背面も整理します。このような処理はポリゴン制限やデザインから来る都合でやるかやらないか判断します。極率が高いところは分割を多めに、直線に近いシルエットになる部分は分割少なめというのがポリゴン節約の基本的な考え方です。前面のデザインに合わせて頂点移動しています。かかと部分のデザインも前面同様作っておきます。足からお尻にかけて頂点移動、エッジの追加、エッジフローの編集などを使って形状を整えていきます。足前面にカットツールで膝頭を作ります。大体上部にエッジループを挿入、形状を整えます。カットツールで中東を作ります。後でまたブラッシュアップします。ビスチェを選択して押し出しで立体化します。胸センターのブラウスはエッジを追加して立体にします。こんな感じです。ビスチェのデザインに合わせてカットします。首部分にレッジループを追加して内側のフェイスを下方に移動します。ここに首が入ります。
上腕のパーツを作るためにベベルを適用します。オプションの割合を変更して意図するサイズに調整します。押し出しツールで厚みをつけます。襟パーツの後ろの方、非平面度がきついので割りを変えます。四角に戻すと前の方はやっぱりきついですね。最終的には三角にします。襟上面を押し出してひらひらの装飾を作ります。フェイスの一体性の維持をオフにしておくことで個別にフェイスを押し出すことができますよ。上面の厚みはなしにします。立ち上がりの硬さを緩和するためにエッジルートを挿入。背面でエッジルートが止まってたのでエッジを追加します。カットして上辺に頂点を追加します。柔らかい見た目になるように頂点移動で形状を調整します。胸に小さなリボンを作ります。ブラウスのフェイスを選択して複製。形状を調整します。センターに移動します。X 軸でシンメトリ編集したいので、頂点座標が左右対称になるように、コンポーネントエディタで数値を編集します。押し出します。両端のフェイスを押し出します。今度は首のハート型のパーツを作ります。首部分のフェイスを複製して、仮マテリアルを割り当てて、フラットな形状になるよう、スケールを適用してからミラー。コントロールプラスマルチカットでエッジを追加して形状調整。マルチカットツールでエッジをクリックすると頂点のみ追加もできますよ。頂点にエッジが収束するようにカットします。押し出しツールで立体化します。再度押し出しを適用、オフセットします。さらにマイナス Z 方向に押し出します。メッシュ、穴を埋めるで、裏面を貼ります。エッジをこんな風に追加しました。リサイズします。腕のパーツに仮マテリアルを割り当てました。手と手首を頂点をターゲット連結でつなぎます。それぞれの頂点数は異なるので、手首の頂点1つに対して手側の頂点を2つ結合して三角ポリゴンができるのは問題ありません。最終的にいい感じになるようにブラッシュアップします。今度はアームカバーを作ります。腕のフェイスを選択します。フェイスの複製オプションで複製したフェイスの分離にチェック。軸方向縫線で拡大しておきます。肘付近で長さを調整して腕の頂点にスナップさせます。
最終的にはアームカバー内の腕のフェイスは削除しますけど、アームカバーの形状編集が終わるまで残しておきます。そうすることでアームカバーのメッシュが形状の編集によって腕に食い込んだり、離れすぎたりするなどの問題が回避できるんですね。仮マテリアルを割り当てます。ミラーで右側を作ります。次はスカート。分割を追加してウエストラインを作っていきます。ここがスカートのウエストラインになります。モデリングにおいて、地腰前腸骨極は大事。腸骨量の前、先端の尖ってるとこ。このような衣装の場合は特にね、ウエストラインのフェイスを選択。複製してローカル移動 Z。下部エッジを選択。押し出します。スカート本体部分になります。形を整えてみます。エッジループを挿入します。仮マテリアルを割り当てます。エッジループを追加して形状を調整します。センターの頂点を前方に移動したので、外側にエッジを追加してウエストラインを整えます。スカート本体部分のフェイスを選択して複製。複製したフェイスをメッシュ表示反転で裏返します。鏡面、2面の下部にエッジループを挿入。裏、対になった頂点をセンターへマージを適用して結合。隙間をなくします。下部の装飾を作るための準備としてカットツールで X 状に分割します。何しようとしてるかバレてます？X の交点になる頂点を選択して下に移動。スケールツールで広げます。仮マテリアルを割り当てます。分割して形状を調整します。次はアームカバー。シワはテクスチャだけじゃなくてシルエットも出したいので
マルチカットツールで分割して、頂点移動で形状を作ります。ストッキング上部の装飾用にエッジを追加します。ここでアームカバーに戻ります。さっきシンメトリの軸 X で編集したので左右対称になってますけど、元のメッシュを使って左右対称にならないように右だけ作り直しますね。やり方は左と同じ。これで左右非対称になりました。ブーツはベルトのバックル部分だけ押し出して立体化します。それ以外の立体はテクスチャで描きます。首パーツの中の丸いパーツを正多面体で作ります。サブディビジョンモードを三角に変更してハードエッジにします。マテリアルでキラキラさせたいな。仮マテリアルを割り当てます。アームカバーに隠れた部分の腕のフェイスを選択して削除。アームカバーの穴を埋めます。先端部にエッジループを追加してセンターへマージで穴を埋めます。埋めたフェイスを内側に押し出します。ソフトエッジを適用します。生地側は穴を埋めるでポリゴンを貼って内側に押し出して削除します。衣装の首や胸の部分の端にエッジを追加して厚みを作ります。エッジを追加。ターゲット連結で頂点を整理。ブーツの履き口も押し出しで穴を埋めます。足を表示させて足側の形状を調整します。
今日はここまで。次回は UV 作成とモデルブラッシュアップの様子をご覧いただく予定です。この動画が役に立ったと思ったら、高評価、シェア、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、マヤハックでした。